こんにちは、カズモンです。今日はですね、またこちらキコテックにやってきてるんですけど、今日はこちら以前からね動画で紹介してます横モノ YD2Z、 こちらに今日はね、こちらヨコモから新しく発売されました YD2Z 用の軽量ランドリースライドラック、こちらのねオプションパーツを僕の YD2Z に組み込んでいこうと思います。じゃあね、やってきます。はい、じゃあね、まずはこちらのランドリースライドラックの方をね開封していこうと思います。はい、中にはね、はい、こちらスライドラックのパーツと説明書、あとね、今回ねこれ Teams ブランドってことで Teams のステッカーが入ってます。説明書を見ながらね、早速組み立てをしていこうと思います。はい、じゃあね、これ今回の軽量ランドリースライドラックの一番重要なこのスライドラックのレール部分なんですけど、形状が今までのやつと違ってまして、中にここプライス加工がされてまして、軽量化が施されてますね。約 2g 軽量化されてるってことです。はい、じゃあ今ね、これスライドラックのレール部分を組み立ててるんですけど、組み立てで気をつけないといけないのが、ここのベアリングの3点ですね。変身カムになってるんで、説明書のこの部分にも書いてあるんですけど、溝がここに切ってあるんで、この向きに合わせて組み立てないといけないです。で、あとはここの1箇所、ここがね、ここのレールのガタを調整する部分になるんで、レールのガタを調整しましょう。あとは説明書に書いてない部分でもあるんですけど、ここのベアリングですね、2個入ってるんですけど、このベアリングとベアリングの間に 0.1 ミリのねシムを追加すると上下のガタが消えるんで、別で用意して入れてもらうことをおすすめします。はい、じゃあね、こちら、はい、レールがねこれ完成しました。さっき言ってたね、ここのガタの部分なんですけど、こんな感じでスムーズに動いて、かつガタがないように組み立てをしましょう。はい、じゃあね、次はこの組み立てたこのスライドラックを取り付けしていこうと思います。今がこれノーマルのこのワイパーになるんですよ。ステアリングワイパーですね。今からね、この組み立てたこのスライドラック取り付けていこうと思います。今ね、スライドラックの取り付けの方が完成しました。今回ね、こんな感じでね YD2Z 標準の状態でこのようにスライドラックの取り付けができます。スライドラックだとね、ここのスペーサーの量でアッカーマンの微調整ができます。ワイパーの方だとここの穴位置一つでかなりアッカーマンが変わってしまうので、スライドラックですとそういった点がスペーサーの量で細かく微調整ができるようになります。アッカーマンの方はね、こんな感じで合わせました。はい、じゃあね、スライドラックを取り付けた状態で走っていきたいと思います。
ということで今回はドコモから新しく発売されました YD2Z 用の軽量ランドリースライドラックの紹介動画でした。今回ねこちらのスライドラックを取り付けてみて綺麗にアッカーマンが揃うようになったんで、高いアングルでもスムーズに走行することができました。でこの新しい YD2Z 用の軽量ランドリースライドラックなんですけど、今までの YD2 にもスライドラックに対応したフロントバルクとアッパーデッキがあれば取り付けが可能なので、今までのね YD2 ユーザーの方にも取り付けが可能となります。商品のね詳しい詳細はこの動画の概要欄に載せときますので、そちらからチェックお願いします。今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。